なたがプロジェクト D の藤原さん？不誠実だし最低だよ。お、どうした？今日は休みか？シフトを変わってやったから。代わりのお休みか。で、茨城は終わったんだろう？負けたのか？勝ったよ。それにしちゃしけた顔してるじゃねえか。それとは関係ないよ。誰だこれ。もしもし。いや大丈夫だけどちょっと待って。なんだ、女か？もしもし。いきなり電話してごめんなさい。本当はもっと早く藤原さんに謝らなきゃいけないと思ったんだけど。いや、それはいいんだけど、俺の番号どうして知ってんの？ガソリンスタンドの番号を調べて電話してお店の人に教えてもらいました。そっか。本当にごめんなさい。ひどいこと言っちゃって。私のこと怒ってるよね。いや、俺じゃないって分かってもらえればいいんだ。こういうことは電話じゃなくてきちんと会って謝らないといけないと思ってそっちに行こうとしたんだけど、なかなか都合がつかなくて遅くなっちゃって。本当にごめんなさい。時間作って必ず行くから。じゃさ、俺行こうかな。いや、もし迷惑じゃなければなんだけど、車で君の住んでるところの近くまで行ってもいいんだけど。何言ってんだよ俺。いいんですか？本当に？うん。ありがとう。わざわざ来てくれて。本当を言うとね、智子に写真見せて別人だって分かった時、ちょっとホッとしたっていうか嬉しかったんだよね。初めて会った時、絶対そんなことする人とは思えなかったよ。その割にはかなり派手にやってくれたよ。あれは勢いだよ。こっちもかなりテンパってたから。ごめんね。痛かったでしょ？私部活で体鍛えてるから。部活って何？ゴルフだよ。子供の頃からずっとやってるの。へえ。試合とか合宿とかいろいろあって、夏休みでも練習のスケジュールがびっしりなの。だからどうしても群馬に行けなくて、来てくれて本当に嬉しい。父親に言われて始めたゴルフだけど、サボるとうるさいから。へえ、なんか俺と境遇似てるかも。俺も中学の時からほとんど強制的に運転教え込まれて、昔は嫌で喧嘩とかもよくしたけど、いつの間にか自分の意思で走るようになっちゃってるんだよな。その感じよくわかる。私もしょっちゅうパパと口喧嘩してた。でも今はゴルフが生活の一部になっちゃってるんだよね。なんだか似てるね。今日埼玉まで会いに行った？それでいろいろ話したのか？いや、1時間くらいファミレスでお茶飲んだだけだし。名前はなんて言うんだ？いくつだって？名前は上原美香で、俺らより1個下の高3らしい。それでどうなんだ？向こうは彼氏いないのか？付き合うのか？はあ？そんな話するわけないだろう。お前じゃないんだから。そうかな？肝心なところだろう。
とにかく短い時間だったし、大したことは話してないよ。あっという間だったから。お前だから言うけど、俺は多分あの子のことを初めて見た時に好きになったんだと思う。言ってくれるな、羨ましい。自分でも本当変な感じなんだ。どうしたらいいのかな、この気持ち。よくわかんねどうもこうもないだろう。好きだと思うならやっぱ勇気出して行動してみるしかないじゃん。え。でもな、一方的に俺がそう思ってるだけで向こうがそう思ってくれるとは限らないんだよな。弱気だな、天才と言われるドライバーにしては。だってそんなの関係ないじゃん。自信ないよ俺。念入りに4段階の防衛ラインを築いてプロジェクト D を迎え撃つ。箱根エリアの前哨戦としてまずはこの峠で相手の戦い方を見せてもらうぜ。データの収集班を編成して徹底的に相手の戦力を裸にしてやる。その役は我々に任せてもらいましょう。敵を知り己を知れば百戦危うからず。今時のレースは情報とデータが全てですわ。そこまで大げさにするほどのことかね。神奈川最強と言われる3つの勢力がこうして集まってこそこそやるほどの敵じゃねえと思うがね。どちらにしても俺の出番になれば結果は見えている。悪いがあんたらの出る幕はない。自信満々だね。まあせいぜい期待させてもらいますわ。また随分と回りくどいっていうか、もったいぶった作戦じゃないっすか。なんだか気に入らねえよな、その順番が。一番初めにやる俺たちが勝っちゃいけねえみたいだもんな。なんならわざと負けときましょうか。後ろの組に花を持たせるためにさ。ま、そういうな。あっさりと片付けるのが一番いいんだ。俺だってサイドワインダーの奴らにはムカついてる。頼んでもいねえのに勝手に仕切りやがって。あんな奴らにこれっぽっちも遠慮することはないんだ。246の実力を見せつけてやれ。すごいな。飛距離も出てるし全く曲がらない。何があったんだミカ。匠くん、今頃何してるかな。おい藤原、何ぼやっとしてんだ。お、すみません。大変だよ池谷、これ見てくれよ。なんだゴルフ雑誌。ここ見てみな。この子だよ、ほら。女子ゴルフ界期待の新星上原美香、17歳だって。まさか匠をひっぱたいた絶対間違いないって、この顔だもん。いやー、こんな有名人ならあん時サインもらっときゃよかったな。明るい太陽の下で白球を打つゴルフの天才少女と夜の峠を走る天才ドライバーか。これはあまりに対照的な2人ですね。うまくいくかなこの恋は。こちらダウンヒル第3チェックポイント、今86が通過。ヒルクライム第7チェックポイント FD が通過。何年ぶりかな。
まったく久しぶりだぜ、高橋涼介。苦労してそうだな。パワーが上がってるから。しょうがないよ。ヒルクライムはぶっちゃけ馬力勝負だから。それよりも気になることがあるんだ。コースのところどころにストップウォッチ持ってるやつがいるぞ。まさかタイムを測ってるのか。多分な。今からタイム取ってもしょうがねえと思うけどね。まだセットアップの段階だし、コースの攻略もできてない。本番とは全然スピードが違うからさ。それでも逐一タイムを測られるのは気持ち悪いな。オッケーです。出てください、ケイスケさん。お。相変わらず好調そうだよな、藤原は。ここみたいな難コースに挑んでいくのが嬉しいみたいですね。どう考えても乗りやすい車じゃないんですけど、乗りやすいって言ってますから。そういうとこまるで宇宙人だよな、藤原って。本当にいいのか、涼介。おそらく組織的に編成されたデータの収集部隊がコースのあちこちに散らばってんだぞ。後半ペースを上げなきゃいけないし、見るやつが見たらこっちの戦闘力はかなり正確に把握されてしまうんじゃないか。だろうな。何かカムフラージュを考えていた方がいいんじゃないかな。いや、あえて小細工はしない。データが欲しいなら今日のところはくれてやる。心配するな、文弘。俺なりに考えた上での決断だ。一つだけ言えることは、データを集めている連中は今回の相手とは違うってことだ。そうなのか。考えてもみろ。バトルは明日なんだぜ。データに対応した車を作るだけの時間がないだろう。まあな。もっと先で当たる勢力だろうな。そうと分かればこっちにもまだ時間はあるってことだ。目の前にいる相手に今は集中すればいい。イニシャル D。 イニシャル D。 前半に急勾配の斜面が続き、後半は緩い斜面が続く。おっと、これは上りから見てたから。ダウンヒルは逆ですね。ああ、でもダウンヒルにしてもヒルクライムにしても、このコースの一番の特徴は道幅が急激に変化するポイントだろうな。こんな感じで2車線あるうちの片方が突然消滅するとこが至る所にある。抜いたり抜かれたりの駆け引きのポイントになっちまうな。そうですね。一応頭の中には全部入ってるんだけど、こういうことは地元のドライバーの方がよく分かってるだろうし、不利になるサイドには絶対ついてくれないだろうしな。狙いすぎると裏をかかれることにもなるか。やれやれ、またランエボか。なんで俺の相手は 4WD ばっかりなのかね。ゲップが出そうだ。この際赤城のランエボキラーを自称したらどうだ。シャレになんねえよ。人事だと思って気楽に言ってくれるぜ。本音を言えば峠では今一番対戦したくない車なんだよ。下品なくらい速すぎるからな。先行か後追いかの選択権はこっちにくれるんだとさ。どうする小早川。まあどっちでもいいけど、相手をじっくり見たいって気持ちはありますね。肉相手にいきなり突き放されることもないと思うし、1本目は様子見、2本目は勝負ってとこでしょ。オーケー、それでいこう。小早川だ。高橋圭介です。先行ということなら
やり方は言わなくても分かってるな。分かってるよ。俺の仕事の半分はもう昨日のうちに終わってるんだ。それを言いたいんだろ兄貴。そういうことだ。任せたぜ。カウント始めます。5、4、3、2、1、ゴズバリと予想してみなよ。このバトルどうなるのか。ズバリと言われてもな、きついわな、現状では。パワーはあるな。フットワークもいいけど、この先コースは勾配がきつく路面の悪い区間に突入していく。どうなるか見ものだな。データが足りないのは分かってるさ。だからあえて予想と言ってるのさ。データが揃ってしまえばあんたの場合 100% は外さないからな。ここで急に広くなる。それでまたすぐ狭くなる。それなら俺の予想を言わしてもらいますわ。あくまでも予想ですぜ。俺の読みはこれですわ。見事なもんだ。リアクドウがここまでシャープにヒルクライムするのはめったに見られないぜ。けどなんか違うんだよな。あまりに車なりのところが気に食わねえ。プラスアルファの何かを感じない。乗り手の存在感が希薄すぎるんだ。早いことは確かに早いがつまんねえぜ、高橋圭介。どう思います、大宮さん。小早川の判断は。正解だと思うよ。1本目後追いで。狭いですからね、ここは。長引いても小早川が不利になる材料は見当たらない。相手と比べてどこが速いのか、どこが遅いのか、1本目でしっかりと把握できてれば2本目で思い切った勝負に出られる。大宮さんも同じ作戦でやる予定なんですか？それはどうかな。ヒルクライムの結果を見てそれから考えることにするさ。結果って小早川が絶対有利だろう。相手は FD だし。絶対有利だと思える時ほど俺は嫌だね。何が起こるか終わってみるまでわからないからな。うまいもんだぜ。この荒れた路面で全く無駄なホイールスピンをさせていない。そこまで徹底されるとそれなりに凄みはあるがな。いかにも仕事してますって感じがとにかく鼻につくんだ。分かったぜ、もう十分だ。ドライバーの能力が突出してるわけじゃねえや、おめえら。この頃さ、凌介と圭介の会話が全問答みたいになってきてるよな。旗で聞いてても意味がよくわかんねえんだよ。スタート前のアドバイスなんかも。で、どういうこと？圭介の仕事の半分は昨日のうちに終わってるって。どうもこうもないさ。別に複雑な意味はないよ。普段から同じ屋根の下で暮らしていればいろいろ言わなくても伝わるんだ。先行ということになれば原則として短期決戦で行こうと決めてある。このコース前半は勾配がきついからな。 FD にとって不利な区間はタイヤを温存しつつ、後半に何箇所かある高速セクションでタイヤの美味しいところを使い切ってスーパーアタックを仕掛ける。残りは半分。前半に比べて勾配が緩くなる。どこかで来る。
それはどこだ？単純明快でいかにも圭介が好きそうな作戦だろ。ランエボ相手に長期戦を挑んでも自利品になるのは目に見えているからな。圭介がどこまでトップスピードを上げられるかが勝負の鍵なんだ。昨日のプラクティスで半分以上終わってるっていうのはそういう意味さ。どこだ畜生、どこでやるつもりだ。そっちの腹は読めてるんだ。瞬発力ならどんな車にもエボは負けねえ。あとは集中力かな。集中力と集中力の勝負だ。ほんのわずかなミスが命取りになる。ここから道幅が広くなる。この辺りだろう。ここか。やるか。エボ乗りやインプ乗りには一つの信仰みたいなもんがあるんやね。それはラリーのために開発された車が公道では一番ってやつですわ。スパートはしてない。まだだ。ここじゃない。この次か。どこだクソったれ。けどラリーってのはもともと雪の上とか土の上とかでやる競技ですぜ。乾いた舗装路の上でなら 4WD の神話も絶対とは言えませんな。そういうわけでこれや1本目ですんなり終わってしまうのとちゃいますか。道幅が狭く視界の悪い区間に突入した。いくらなんでもゴール寸前。時間にして2分から3分くらいかな。マックスの集中でゾーンに入った圭介のトップスピードに相手がついてこられるようならこのバトルは圭介の負けだ。勝つのは逃がさねえぞエボ。こっちも行くぜ。油断した。まさかあんなところから。行動というのは徹底してアンフェアなステージなんだ。エスケープゾーンがなく複雑なレイアウトのワインディングロードでは厳密な意味での限界には到達できないからな。行動のスペシャリストがいるとすればそれは何を備えているのか。勇気、闘争心、経験値、時には若さゆえの狂気。追いつけ。追いつくんだ。絶対にもう一度追いつかなきゃいけねえんだよ。そして神に選ばれし者だけが持つプラスアルファの何か。